こんにちは。ほぼ日の星野です。小俣です。この動画では10月1日火曜日発売のワンピースマガジンのコラボ手帳と文具をたっぷり紹介していきます。では簡単に自己紹介させていただきます。私が星野と申します。手帳チームで企画とデザインをしていまして、このワンピース企画では、商品の企画とデザインを主に担当しています。はい、で私小俣は手帳チームの編集ライターをしています。ワンピースマガジンの手帳本体の編集を担当して、主におまけページの企画と制作をワンピースマガジンの編集部さんと一緒に進めてきました。特設サイトの原稿やライティングを担当しています。最初はワンピースマガジンの、編集部の方から、ワンピースのキャラクターって、1000人以上いて、絶対にみんな誕生日が決まっているから、その誕生日全部入りの手帳を作りたいですっていうお声掛けをいただいて、そうね、でその人がほぼ日手帳を使ってくれてた方だったんですよね。で相性がすごくいいかもって言ってくれて、でも毎日誕生日入れるとかまたまたみたいな話をしていて、最初はちょっと難しいかもですって言ってたんですけど、話し始めたら、ワンピースっていう漫画の魅力と、毎日12人最多で誕生日がいたりして、これはすごく面白いかもっていうので、社内でもそういうその本体のカスタマイズっていうのが初めてで、この1日1ページの文庫本サイズのほぼ日手帳っていうのを、ワンピースマガジンさんとがっつり組んで編集して特別な一冊を作ってみようって言ったのが2年前ですかね。そうですね、はい、でそこから編集方針をいろいろ変えて、3年目のコラボができたという感じになってます。そうですね、はい。では早速手帳本体オリジナルワンピースをご紹介していきます。たくさん特徴があるんですけど、まず第一の特徴が365日ワンピースの言葉が読めるっていうところですね。今回は全部ワンピースの漫画の中からいい言葉を抜き出して入れてるという、感じで作ってきました。で1年目も2年目も3年目もセリフが書いてるのは変わらないんですけど、今年はねアンケートをやったんですよね。そうなんですよね。でもすごくたくさんの方が協力してくださって、理由とかもね書いてもらったんですけど、見ながら泣いたり笑ったりこっちがするようないいアンケートになりました。だからルフィの誕生日にあえてルフィじゃなくてシャンクスの言葉を持ってくるとか、そういうのがもう本当にワンピースマガジンさんならではの切り口というか、シャンクスがルフィにかけた言葉っていうのが入ってますね。はい、泣いた笑った胸に刺さったという切り口なので、なんかすっごいケラケラ笑えるようなのもあれば、これなんだっけっていうニッチなのもあったり、あとは本当に読むだけで泣いちゃうような言葉とかもあるので、それが絶妙なブレンドで入ってるっていうのも、なんか一冊の本としてすごく面白い仕上がりになってると思います。ここに何巻何話っていうのが載ってるので、あ、この言葉なんだっけとか読み返したいなと思ったら、この巻をすぐ読み返せるっていうのも楽しいかなと思います。2つ目の特徴としてはキャラクターの誕生日が全部載っているっていうところですね。なので今日はどのキャラクターが誕生日かなっていうのが、ペラペラめくっていくと毎日わかるという、ワンピースファンにはすごい嬉しい手帳になってますね。サンジは、すごい兄弟がたくさんいるから、例えばサンジのお誕生日とかはいっぱいこう1時、2時とかいっぱい載ってたりとか。あと一味の誕生日だとここにイラストが入ってるんですよね。はい、3時だったらちっちゃいポイントで入ってます。に入ってたり、チョッパーだったりゾロだったりも入ってます。はい、じゃあ3つ目の特徴は原作の絵がたくさん載っているというところですね。今までで一番入れましたね。去年結構増やしたんですけど、今年も結構増やしてて、ちょっとおすすめなのが扉ページが、月が切り替わるページを大きく絵を入れていて、これはその月にあった、これだとパンクハザードで雪の景色なんですけど、2月で冬なのでこう月の切り替わりが楽しくなるような感じで絵を入れてます。月をこうめくっていくのも楽しみにしていただけたらいいなと思ってます。すごい細長いコマが並んで入ってるページいいですね。左ページにも横長のページ、挿絵をトリミングして入れてて、こういうちょっと面白い入れ方というか、ちょっとだけその方眼に食い込んだりとか2コマ使ってみたりとか、そういうレイアウトもちょっとリズムがあるように楽しんでレイアウトしてるので、あとこれも
セリフだけ見てもちょっとどんなだったっけってわからない人もいるかもしれないんですけど、絵があるとあのページかって言ってなんかコミックスも読みたくなるような感じで、自分はここがすごく気に入ってます。私はこういう笑えるコマが入ってくれてるのがすごい嬉しくて、このコメントもちょうどアンケートで募集したら結構何人かが送ってくれた、すごいいい笑える言葉だなと思って、それがこう原作絵付きで見られるのがとっても嬉しいなと個人的に思ってます。じゃあ最後の特徴なんですけれども、ほぼ日手帳と一緒で、最初の方にカレンダーがあったり、月間のカレンダーがあったり、メインのところで1日の1ページがあったりしつつ、最後の方でおまけのページがあるっていうのも大きな特徴になってますね。で、ほぼ日手帳と同じような中身のおまけページもあるんだけど、このワンピース版だけにしか入ってないおまけページっていうのもあって、それがかなりの一押しポイントになってますね。充実度ですね。充実ね。はい。この年表もね、毎回入れてるけどちょっとずつ切り口が変わったりアップデートしてるっていう。そうですね。今回は最新の107巻までの情報が、ワンピースの世界で何が起こってるかっていうのが入ってますね。はい、で、あとはここぞの時に使いたいワンピースの言葉っていうのは、これもアンケートで募集したみんなが好きな言葉からヒントを得て、日常生活でワンピース仲間と一緒に使ってみたい言葉とかを集めて入れてます。だからこれなんかね、上司や先輩に返事をするとき、例えば何かちょっと言ってみてください。星野さん、明日も頑張りましょう。あいやキャプテンとかそういう感じで使ってください。はい。で、次がこれもアンケートで募集したんですけど、みんなが好きな、シーン、印象に残ったシーンはありますかっていう質問をしたところ、たくさん名シーンを皆さんが挙げてくださって、その中から10選こちらに載せてみています。これはもう定番ですね。これは毎年入れてるウォンテッドっていう手配書のページなんですけど、自分が欲しいものを書いて手に入ったらなんかマークをしてもいいし、心に残った言葉とかを書き溜めてもいいし、ワンピース仲間の人からサインをもらって書いてもいいし、好きなように使ってもらえるページになってます。あとは時間割だったり、ここにフェイバリッツっていう好きなものを記録できるページだったり、マイ100というやりたいことなどを100個書き込むページだったりが入ってます。で、ここがワンピース仕様にやっぱりなってて、ここすごい可愛い。可愛い。犬嵐と猫マムシがいたりとか、これはカレンダーだったのでこのキャラクターが入ってます。二十四節気とか、災害に備えてメモできるページやプレゼントの記録とか、年齢一目でわかるページなど、なんかちょっと持ってるととっさの時に役立つみたいなおまけページがいっぱいあります。この手帳本体オリジナルワンピースなんですけれど、こういうカバーがいくつかありまして、それと組み合わせてお使いいただくことを推奨しています。これ後でしっかり紹介します。こちらが今紹介してきたワンピースマガジン版ほぼ日手帳なんですけど、この表紙が、ハードカバーのタイプになった本というタイプもあります。ワンピースマガジンドンっていう商品名なんですけど、これがそう今小俣が言ってくれたんですけど、ネクタイ生地の織りで表現しているワンピースのいろんなアイテムが織り込まれていまして、例えば肉だとかでんでん虫とか、ちょっとキラッと光るベリーのマークとかで、私のちょっといいなと思ってるところはこのビブルカードなんですけど、レイリーのサインが入ったビブルカードで、そこまで細かくちぎれてる。はい、ちぎれてる。で、サインも読める。そう、それがすごいもう繊細で、でんでん虫の黒目までしっかり。パンダマもね、時々いるんです。ここです。でこれネクタイ生地をバーって大きく折って、それをこう巻いているので、柄の出方がランダムなんですよね。だから今ちょっともう一冊
これちょっと場所が違うんですよね。これは今2025の下にベリーのマークがあるんですけど、これはまたちょっと違ったりとか、そういうその店頭で選ばれる方はちょっとなんか見て選んでいただいてもいいかもしれません。でこれさっきもご紹介したんですけれども、中がワンピース本体と同じ内容になっています。このワンピースの本体なんですけれど、月曜始まりと1月始まりで日本語版のみで、この文庫本サイズのみとなっているので、ほぼ日手帳って他にも、カレンダーが日曜始まりのものだとか、言語対応しているものがあるんですけれど、ワンピースのこの特別版に限っては、この日本語月曜始まり1月始まり文庫本サイズしかないのでご注意ください。じゃあここからは手帳カバーの紹介をしていきます。先ほどのワンピース版手帳本体と一緒に使えるのがこっちの、オリジナルサイズのカバーですね。これが両方同じデザインなんですけど、ASL っていう商品名なんですけど、ASL はエース、サボ、ルフィの頭文字で、この3兄弟の回想シーンを、コンセプトに手帳カバーを作ってます。60巻のね、兄弟杯っていうお話から、回想シーンってセリフがなくって結構テキスタイルみたいに魅力があるなと思っていて、カバーに初めてしてみています。コマの細かいところまで布にプリントできたガープが見たりとか。でこれ一応3人のイメージカラーをもとに、オレンジと青と赤で組み立てていて、このポイントがですね、実は、手帳を装着しちゃうと見えないんですけど、外は、3兄弟の子供の時の絵なんですけど、内ポケットにこの大人になった3人のコマが入ってまして、あれこれ読んだことないって方もいらっしゃると思うんですけど、これワンピースマガジン用に小田先生が特別に書き下ろしてくださった書き下ろしの絵があって、もしもっていうのでちょっとね、なんか話なんだよね。泣いちゃうというか、感じのなのであえて外側じゃなくって隠れちゃうんですけど、中に入れてこっそり入れてます。なので使う時に自分だけの嬉しいポイントとして、見ていてほしいなっていうのと、ここにも3人が乾杯してるところをシルクスクリーンで出ていて、杯を乾杯してるところですね。社内のワンピースファンからエモいカバーだ、エモいカバーだと言われています。結構背はそのワンピースマガジンさんのこの背をイメージして、こういう感じで、ワンピース ASL って文字を入れたりしてます。で同じサイズでこのカズンっていう英語サイズの手帳用のカバーも作っているので、本体は大きいのがいいよっていう方はこちらのカバーをお使いください。でこっちの本体は残念ながらワンピース用がないので、通常のほぼ日手帳のをお使いいただきたいんですけど、そっちももちろん使い勝手はバッチリなので、いっぱい書きたいっていう方は大きいサイズを使ってみてください。大きい画面でまた見ると、迫力もまたあるので。でコミックスだとこんなにでかく見られないですからね。ジャンプよりもちっちゃめだけどコミックスよりでっかいっていう迫力があります。これほぼ日手帳の定番のバタフライストッパータイプという手帳なんですけれども、このペン差しのところにこうペンを通すとですね、手帳がパカパカ開かないっていう特徴もありますので、使い勝手の良いカバーです。じゃあ次はバンケットですね。オリジナルがバンケットブルー、カズンがバンケットイエローという2種類があります。バンケットってかっこよく言ってるんですけど、いわゆる宴ですね。宴を英語にするとバンケット。ワンピースってもう宴シーンがもう読む時の楽しみというか、もう大変な戦いがあった後に宴でどんちゃんするっていうのも、これものセリフが入ってなくって、結構その柄としてかっこいいなっていうのを思っていて、そのバンケットっていうのをこのカジュアルな PVC の三つ折りカバーでやっているんですけれども、両方とも透明のところに青いインクで、こっちは魚人島でこっちが空島ですね、を印刷しています。このバンケットってすごく楽しくて思い出に残るシーンなので、ここにちょっと英文を入れておりまして、11巻の
ナレーションのセリフなんですけれど、人々は今のために生きたのだ、笑うために生きたのだからっていうのの英訳が入っていて、こっちのブルーの方は金色で、こっちは銀色でさりげなくキラッと光るように入ってます。だからちょっとこの手帳カバー使ってる1年がすごく楽しいことがたくさん書き込まれていきますようにっていうのが込められた言葉ですね。すごくナレーションが好きで、あとはここが、ワンピースマガジンとほぼ日手帳のコラボのオリジナルのマークで、それをこれも金の箔押しと銀の箔押しでキラッと入れています。でここのちょっと構造がこんな感じに物が入るんですよね。こうやって入れたりとか、ポケットになってるから、そうなんかいろいろ入れたら可愛い。入れるのにすごい便利。こうやってそうこうやってしおりになります。ここもポケットになってる。ここにも入りますね。後ろもポケットなんですね。だから結構いっぱい、例えばメモ帳、これ後で紹介するメモ帳なんですけど、こうやって入れたりとか。こっちが空島の宴。もうちょっと大きくてめちゃくちゃいいシーンですね。黄色の字が結構鮮やかなので、そこにネイビーで刷ってるので結構かっこいい。で同じくここにポケットがあったり、しおりがあったりして、こっちにも何か挟める。いろいろ挟めますね。ここにも何か入るし、いっぱい入りますね。収納力がありながら軽いカバーなので、カジュアルに使うにそうですね。いろいろ入れても、付箋だったり、ちょっと見えるのも楽しいですよね。そうね、中に何かが入ってる。で手帳と一緒に文房具も持ち歩ける。今までが結構革カバーで重厚なものと、プリントカバーという感じでやっていたので、今年はぐっとこうカジュアルで軽く持てるものを作りたくって、この PVC のバンケット2タイプ作りました。続いて週刊手帳のウィークスが2種類あります。これコンパクトですごく携帯しやすい、薄いっていう縦長スリム型の週刊手帳で、1週間の予定がこうバッと一目で見れるという手帳ですね。でこれはワンピースの言葉が入っている手帳ではなくて、ほぼ日手帳のウィークスと同じほぼ日の言葉が入っている手帳なんですけど、ワンピースバージョンの表紙のものが2つ追登場します。で1つ目がさっき本でもご紹介したんですけれども、ドンっていうネクタイ生地を使ったものです。でもより同じデザインで、このウィークスって結構ビジネスで使われる方も多くって、ここをこうなんかスーツのポケットとかから出される方とか結構いらっしゃって、そういう時にもしっくりくるような、そういう時々可愛いネクタイとかされてる人結構いますので、そういうその延長線で使ってもらえるような気がします。これも出方がいろいろ個体差があるので、お楽しみという感じですね。もう一つが麦わらのルフィアイボリーですね。これはちょっとアイボリー、白じゃなくて少しだけクリーム色のデザインですね。でこれはワンピースマガジンの表紙からデザインをします。もうこれね、見た時から手帳にぴったりじゃないかっていうふうにずっと話していて、手書きをしてるもんね。9巻のために小田先生が毎回ワンピースマガジンってこれ用に書き下ろしてくださってて、これもやっぱりコラボならではの特権というか、すごくかっこいいなと思っていて、この表紙絵を今までは手帳カバーにしていたんですけど、今回はビックスで初めてルフィのドンっていうデザインのものを作ってみたいなと思っていて、ちょっとザラザラしたキャンパス地みたいなものの上にこの筆致が目立つような感じで、小田先生の絵がかっこよく、これは小田先生の手書きを持ち歩けるっていうすごい嬉しさが味わえる。これその男麦わらのルフィっていう字が入ってたりして、ちょっとハードカバーのかっこいい本みたいなイメージでデザインをしてます。後ろにこのコラボロゴがキラッと光るのもポイントで、大きめの箔押しで入るので高級感がある一冊で、ルフィがドーンだけど大人っぽいというか、このシックな感じは大事にデザインしています。でこの手帳の本体とか手帳カバーにはちょっとしたお楽しみというか、このビブルカード型の
ブランド紹介のカードがついていて、ウィークスとか本とか、手帳カバーなどについてくるので、としたことなんですけれど、これ結構手帳に貼り付けて大事に取ってくださる方とかもいらっしゃるので、こういうものがついてきます。じゃあここからはコラボ文具の紹介に行きましょう。はい、ほぼ日の下敷きメモリーズで、オリジナルサイズ用のヤマトとカズンサイズ用のトラファルガーローとウィークスサイズ用の ASL のそれぞれ3種類があります。この下敷きなんですけど、これもずっと回想シーンでメモリーズっていう名前をつけて、ちょっと絵はがきを買うような感じで気軽に買ってほしいなっていうので、作ってるんですけど、今回全体のテーマというか、今回の3年目のコラボのテーマが、読者アンケートもあったんですけれど、回想したりとか自分の好きだったシーンとかを結構思い出すっていうので、思い出したり回想するっていうのが全体のコンセプトになってるので、今回もその中でもキャラクターを取り上げて、その人の大事な思い出というか、それをピックアップする感じで3種の下敷きにしてみました。で色も結構本体とかいろいろと合わせた時にビビッドな感じで、裏面もね、裏にももう一コマ入れてたりとか、これもちょっと読むと泣いちゃうっていうか、読むと泣いちゃうですね。そもそも下敷きっていうのが、手帳と一緒に使うとすっごいボールペンの字が書きやすくなるって結構ほぼ日でも人気の商品の一つで、それがワンピースの絵柄でカバーと一緒に揃えられるっていうのも嬉しいポイントかなと思います。結構お仕事であんまりカジュアルなカバーとか手帳は使えないんだけど、下敷きは可愛いの使うとか、鮮やかな使うっていう方もいらっしゃるので、今回もね、色味の色合わせとかは結構大事にしていて、後ろもホラさんが出てきたりとかで、オリジナルの、オリジナルサイズとカズンサイズは ASL のカバーがあるので、ウィックスはなかったので下敷きは ASL で、これでちょっと3兄弟を楽しんでほしいっていうので、ウィックスサイズは ASL にしています。このアイボリーもシックなんですけど、合わせるのも可愛い。あとこれ Today ってここにタブに書いてあるんですけど、今日のページに挟んどいて閉めると、ここが今日だなっていうのが分かるので、しおりとしてもそれぞれ使えるのが何気に使いやすいポイントの一つかな。何気にをもう一個言うと、ここね、定規がついてるんですよね。これも結構便利で、これ何センチとかいうこと結構あるんですけど、それの時に本当便利な感じです。続いてデコラッシュとポチッと6のご紹介です。まずこちらがデコラッシュ2種類あって、デコラッシュワンピース麦わらの一味とデコラッシュワンピースドーンですね。デコラッシュっていうのは修正テープみたいに紙の上でこのように引くと柄が出てきて、手帳を可愛く装飾できる部分になってます。で、デコラッシュ麦わらの一味っていうデザインとデコラッシュドンっていうデザインと2種類が今回登場します。こっちが麦わらの一味を引いてみたページなんですけど、縦にいろんな一味の柄が出るんですね。カラフル。これは一味とパンダマンもいる。パンダマンとか肉とかもある。麦わら帽子があったり。結構違う柄が出てくるので、引くのが楽しい。こうやってピーってまっすぐ一本で引いてもいいし、こう一柄一柄をちょっとずつこうやってシールをペタペタ貼るみたいに装飾しても可愛いし、好きなように使いますね。はい、じゃあドンはどんな感じだろう。はい、じゃあドンはいろんなドンが何種類も出てくるんですね。あ、でかいの来た。ドン。やばい、はみ出す。こういうこともでもちょっと迫力出ましたね。ちょっと次もこういう感じで1個やっても、すごい楽しい。カレンダーにどんどんやると、また、これすごい楽しい。カレンダーにやるのいいね。はい。ドンとした気持ちになります。ここに給料日とか書いてドドンってやったりとか、いい気分。組み合わせて使うといい。続いてポチッと6。ポチッと6っていうのは何ですか？ボタン式のスタンプで、これ
結構癖になるんですけど、ここポチポチ押すとスタンプが押せるっていう、ボタンみたいな、もう6個ついてるんですけど、これもワンピースといえば麦わら帽子とか、でんでん虫とか肉とかがあるんですけど、こんな感じで押してみると、すごいちっちゃくて可愛いんです。ちっちゃくて繊細な、スタンプですね。可愛いだけじゃなくて結構実用的な柄を選んでいて、例えば麦わら帽子だったらシャンクスから借りてもろものなので返却とか、お肉だったら宴の約束とか、でんでん虫だったら連絡手段なので誰かに連絡する時のリマインドマークにとか、そういう感じで自分でこのマークはこれに使うみたいなの決めるとポチポチ押すだけでね、アイコンにできるので、これ本当簡単で癖になるので、じゃあちょっとやってもらいましょう。すごい色がカラフルなのも可愛いですね。でちょっと押してみたいと思います。もうすでにここにインクが入ってるから、もう押すだけでスタンプインクをつけなくていいんですね。で、こうやって好きなところに押してってやると、できました。かわいい。でここになんか忘れないメモとか書いてもいいし、ドンとかをね、何回も押すと気持ちいい感じで、どん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 。いいね、いいね。軽量とか書くとちょっと勢い出る感じしますね。ほぼ日手帳のそのワンピースの本体が1日1ページっていうので書くところがたっぷりあるので、どんな風に使っていいかわからないっていう方のために今年はデコレーションアイテムを結構充実させていて、その中でさっきのデコラッシュとかこのポチッと6っていうので気軽にこうワンピース気分を味わっていただけるような感じで、これ本当にポチポチが簡単で癖になるので、なんか私は結構自分で無駄に押しちゃう。これはすごい使えますね。なんか絵描くの苦手っていう人でも、簡単に可愛くできるからおすすめですね。続いて気持ちが伝わるスクエア一筆線ボリューム3ですね。3なんですよね。第3弾に突入しましたね。第3弾に突入しました。1年目から出してきてすごい人気で。人気のメモ帳だね、これは。メモ帳とお手紙パッドみたいないろんな用途があるんですけど、ワンピースの本体に入れられる絵っていうのがすごいなんか限られちゃってるので、他にもいろいろなキャラクターを見せたいねっていうので、この3年目なんですけれど、今回もルフィの宴だっていうのとか、エネルの夢の世界へ、ロビンちゃん、バルトロメオ、あとメリーゴ、ブロギっていう、あとあれか、ゾロだ。懐かしのシーンが。もうこの一筆線はですね、本当一筆しか描けないっていう、ただこの絵柄の勢いも相まって気持ちが伝わるよっていうテーマのものなんですけど、例えばこの宴だったらペラッとします。じゃあ動画お疲れ。ご飯行きましょう。これを私が小俣さんに、ありがとうございます。動画お疲れ様でしたっていうので、もう宴にすぐ行きたくなる気持ちになりました。気持ちが伝わりましたか？ね、なんか飲み会のお誘いとかもすごいバッチリな感じの、一言書けば、あと予約してます、何時に欲しいのですとか、ちょっと用途が限られてるっぽいんですけど、もちろん使い方は自由なので、一言添えてお手紙につけたりとか、いろいろね、すごいいいですね。それとかもね、お誘いに行ったり、一緒に旅行行きましょうでもいいし、これとか、これはありがとう。使いやすいですね。使いやすい。ありがとう。ワンピース仲間にぜひ。貼って剥がせる喜怒哀楽付箋。これは6人の仲間たちの顔がついた付箋ですね。初年度にチョッパー100面相付箋っていうのがあってすごく可愛くて、今回は麦わらの一味をいろんなね表情のセリフの中に時々誰が言ってるか分かるようにちっちゃい可愛い子が入ってるのがすごく可愛くて、それを何か商品化したいねっていうので話していて、ルフィだったら笑ってて、ゾロは怒ってて、この
ウソップがなんとも言えない泣いてるんですけどとか、このハートマークが出てる3時とか、そういう感じでこう喜怒哀楽に分けて使っていただいたりとか、普通に目印みたいな感じで使っていただくのもいいんですけど、例えば使用例がこんな感じで、楽しい予定にね、ルフィの例えば肉の日に焼肉に行ったとかは前々からこの日にルフィの付箋を貼って、これ油性ペンとかだと綺麗に描けるんですけど、目印にしてこの日焼肉だったんだなみたいに後から見返して分かるような感じで、で予定の前はこうやってなんか焼肉まであと何日みたいに楽しみにしたりとか、で剥がせるんですけど、そんな感じとか、あとはこういう感じでちょっと作品みたいな感じで、これちょっとロビンなんかロビンのニコロビンで2月6日のとこにロビンの線貼ってみたりとか、使い方は自由なので自由にお使いください。ね、可愛い透明感があってすごい素材もフィルムで可愛いですね。カラフル。なんかカバーとかのポケットにもこう入れられるから、手帳と一緒にここに入れといて使いたい時にさっと取り出して貼ったりもできるから、こう薄くて持ち歩きやすいのも嬉しいかなと思います。続いてスタッポグランドラインのご紹介です。まずスタッポは何ぞやっていうので、スタンドポーチ、立てて使えるポーチっていうことで、スタッポっていう名前で、何年か前から訪日手帳の商品として作ってるオリジナルの文房具なんですけど、それでワンピースバージョンを今回初めて、すごい可愛いですね。このグランドラインっていう柄は、コラボの初年度にミックス用の柄で作った、これもネクタイ生地なんですけれど、メリー号をモチーフにして、海も空もスイスイと向かっていくっていうのをテーマに、海のラブーンだとか、空だったらゼウス、この水色を海と空に見立てたネクタイ生地で、これも結構高級感のある感じなんですけれども、メリー号がね超繊細に織り込まれていて、ニュースクーもいます、そのネクタイ生地をスタッポという感じにしました。これ開けてみます。こんなにいっぱい物が入る、今までご紹介してきた数々の文房具、ここにデコラッシュが入ってたりとか、ここにポチッと6とかのりとか、ペンもたくさん入りますし、これがねシンデレラフィット本がぴったり入る、あとはもう一筆線も2つ入っていたりとか、ここに細かい仕切りもあるので、こうやって薄いものからテンプレート入れたりとか、付箋入れたりとか、後ろ側にもこんな風にあるので、包丁入れたりとか薄いものを入れたりして、こうしてパチッと止められるので、デスクに置いて、もうこれだけで手帳タイムが楽しめるっていう。これ結構うち会社で、仕事の道具を入れてる人とかも割といて、これをこうしまえば簡単にね、なんか保存しておけるので、会社に着いてデスクに行ったらこれをこうやって開けて、はい仕事スタートみたいな感じもいいですし、本当にこれみたいにワンピースの手帳を書くためのものをここに全部詰め込んで、これを開けたら手帳タイムっていうのもすごいいいなと思いました。文房具だけじゃなくてね、メイク道具入れてもいいし、趣味のいろんなものを詰め込んでもいいし、好きなように使えるのもいいですよね。入れすぎるとあれなんですけど、この粘着が割と強いので、こうやって持って移動していただくのも良いかなと思います。では2025年版のワンピースマガジンとのコラボ手帳と文具を紹介してきました。発売日は10月1日火曜日です。どうぞ楽しみにお待ちください。2023年版から始まったワンピースマガジンさんのコラボ、継続販売している商品もたくさんありますので、ぜひ特設サイトを見てみてください。はい、では最後までご覧いただき本当にありがとうございました。星野徳又でした。ありがとうございました。ありがとうございます。